どうも中田敦彦です。さあ今日も早速参りましょう。エクストリーム現代社会対人関係編、みんなの悩み、さあやってまいりました。対人関係ですよ。もう悩み相談なんかするとですね、基本的には対人関係の悩み、もうほんとそれにつきますよね。いや、家族が、友達が、彼女が、彼氏がね、もう全部あの人とうまくいってない、この人とうまくいってない、ここがもうずれてるということでですね、どうしたらいいんですかというね、ほとんどが対人関係の悩みだということがありますし、嫌われる勇気なんていう名著もね、人生の全ての悩みは結局は対人関係だっていう言葉もあったわけですよ。ねえ、で人とうまくやるためにね、質問力とか雑談力とかね、いろんなことやりましたよね。7つの力でね、いろんなことをやっていきました。7つの習慣でいろんなことやってきました。だけどあれ、気づいたらまだうまくいってませんね、ごめんなさい。対人関係完璧ですっていう方手を挙げてください。はい、いません、ね、いないんですよね。決めつけるなよとね、中田が決めつけるのは今は私はパーフェクトだという方もいるかもしれないですけども、今はなんとなくうまくいってんだけど、なんでかはわからない、そういう人も多いと思うんですよ。だけど周りを見てみたらね、近くにいるでしょ、愛されてる人、人気のある人ね、あの人すっごい愛されてるな、あの人友達多いよな、あの人うまくやってるな、あの人カリスマ性があるよな、なんていうことがいっぱいあります。今回ですね、こちらの参考書、他人とうまくやっていく、シンプルなタイトルね、これ書いた人がすごいんですよね。この人たちね、これ夫婦なんですよね。アラン&バーバラ・ピーズ。へえ、何書いた人か。以前は話を聞かない男、地図が読めない女で大ベストセラー。あ、聞いたことある。話を聞かない男、地図が読めない女、なんかそれに似たタイトルの本もいっぱい出ましたよね。なんかそれの人なんだ。だから人間を分析するのがプロフェッショナルですよ。この人が対人関係についてズバーって言ってるの。正直これめっちゃ読みやすいんですけど、結構辛辣です。僕もぐっさーってきましたし、その上でそれだ、たった一つのシンプルな原理に基づいて行えば間違わない。いろいろあれるからやれないのね。7つの習慣、シンプルだよ。だけど7つあったら覚えてない、全部言えないよ。俺だって言えないんだから、もう忘れちゃってんだからね。数が多いと分かんない。でもたった一つのことを忘れないでおけば全てうまくいく。そしてあの人羨ましいって言ってた、そんなカリスマや愛される人は作れる。来ました。可愛いは作れる。それはもうみんな知ってるね。メイクをするんだね、その健康に気をつけるんだ、いろいろやるんだね、服装をこうするんだって、なんかね、こう可愛いは作れるみたいなね。なるほどねみたいなね、そういうの分かってきたね。だけど愛される人とかカリスマっていうのは性格でしょってみんな思ってるね。あの人いいよなって思ってる。俺なんかさこうだぜね、みんなよく言うよね。いや俺コミュ障気味でさみたいなね、やっぱ言っちゃうわけですよ。いや人見知りなんですよ、言っちゃうわけですよ。でもそれは性質ではない。後天的に作られるものこそがカリスマ性であり愛され人格なんですよ。それはなぜ作られてきたのかを明快に説明してくれます。だから今日からあなたもカリスマになれます。ここでいうカリスマの定義は、人が集まってくる人、人に愛される人ね。人が集まってくる状態いいよね。すっごい羨ましいよね。あの人の周りにはいつも人が集まってる、笑い声が絶えない、そんな人最高じゃないですか。自分はどうだろうね、集まってこないんだよ、何やっても集まってこないんだよ、分かってくれよ、俺を分かってくれよ、もっと知ってくれよ、そうなるじゃないですか、ね、ところがそれが変わる。人生が激変する。これを忘れないでおいてほしい。皆さんここで問題です。ここいきなり来るわけですよ。人間が最も興味を持っていることは何でしょう。これですよ。人間が最も興味持ってることは何だろう、何だと思うね。僕もねスタッフに聞いたんですよ。聞いてみようと思ってね。何が興味持ってると思う？家族のことですか？
家族か。なんか仕事ね、はいはい、お金ね。みんなそう思うよね。あの人の興味ある話してみようっていう時に、あの人の仕事の話しようかな、それともそうだ、お金が好きそうだからお金の話なんかすぐ興味いくんじゃないね。それともそうだ、恋愛だよ、恋愛トークならさ、あの人興味持ってくれるよ。っていうか人によって違うだろう。あの人はゴルフが好きだしね、あの人は料理が好きだよ、あの人はお酒が好きだし、あの人は旅行が好きなんだよ。興味なんてさ、千差万別だろ。違う。この人は全然違う。だからあなたはカリスマじゃない言うんですよ。人の興味は千差万別で、それだからこそもうあの人の興味ある話なんて難しいからできませんって思ってる皆さん、違うよ。たった一つ、人間は誰しも最大の興味を持っているものがある。それは自分のこと、マイセルフです。自分のことが一番好きなんです。 We love me We love me っておかしいですね。 We love us なんですよ。 We love us だとチームになるから。だから I love me なのよ結局。 Everybody よ。 Everybody I love me。 みんな I love ニューヨークなんて T シャツね、あんなの嘘っぱちで I love me なんだから。みんな I love you とかね、あなたのことが好きだからとかね、いやあんなの嘘っぱち。全員 I love me ね。 Everybody だよ。 I love me。 俺も私もみんな私が大好き。これが本音なんですよ。これがヒューマンです。 This is human。嘘つけよと、私自分のこと嫌いだもんって言う人いるじゃないですか。私なんかね、私自分のこと嫌いだって、私なんかでも私、お前ずっとあなたのこと考えてる。私のことが嫌いの私のことばかりつぶやいている私。私なんて大嫌い。私なんてポエム、私なんて、いやお前好きやないかいと。お前大好きやないかい。私なんてっていうテーマのツイート何本した？ You love you なんですよね。これはね、よくよく考えたら、これが分かってるものは全部人の心を捉えるんですよ。例えばですよね、自分の話をしてくれる人、確約してる人、その人のとこ行かない？だっておい飲み行こうぜって先輩が言ってきたって、どうせ先輩の自慢話聞かされるんでしょって思うわけですよ。先輩の自慢話でしょって。だから行きたくないんだよね。でも自分のことについて話してくれるって確約してる人、その人のとこ行きたくない？例えば占い師さんでしょ。占い師さんが自分語りで終わる時ある？私がね、この水晶玉を買ったのはそんな話から始めていいかしら。いや、いない。私が水晶玉を買ったわけ。30分のお時間が来ました。あなたについてはまた今度。この占い師いない。あなたはこうだよね、こういう性格じゃない？で、あと今悩んでることは何？なるほどね。そしたらあなたはねって言ってくれるでしょ。だから占いってすっごい人気があるわけじゃないですか。自分の話絶対してくれる。そして自分についてみんな知りたいから、自分は血液型だと何なんだろうね、星座だとこれだね、動物占いだこれだ、自分ってどういう性格、自分ってどういうこと。ツイッターとかでもあなたを何々に例えるとしたらとか、あなたの何々診断なんてみんなやらない？みんなやるよね。だって名前を入力したらポーンってあなたはこんな人なんて言ってふふーんなんてなんかやってね、拡散なんかしちゃってね、私はこんなことらしいですなんてね、五角形のグラフなんか出されちゃってね、それをもう意味深になんかリツイートなんかしちゃってね、知ってくださいなんて言ってね、それを全員でリツイートしちゃったりしてね、でも他人の五角形あんまちゃんと見てなかったりしてね、あ、そうなんですかみたいな、私の五角形はこうですみたいなね、いやお前の五角形、自分の五角形を見せ合うんですけど、あんまり他人の五角形見ないっていうね、そういうのがあるわけですよね。自分が何座の何か覚えてるけど、自分の友達の星座、血液型、動物占い全部覚えてます？
親友だって覚えてないでしょ。自分の星座を覚えてるんですよ。自分の占い結果、自分の血液型判断、自分の動物占い、全部楽しいね。自分についてもっと知りたい。もっと自分のことをさ、私って何キャラ？俺ってどんなやつ？みんな俺のことどう思ってる？みんなから俺はどう見えてる？知りたい。だからあだ名をつけてくれる人のところに殺到したりしない？有吉さんあだ名つけてくださいって、私のキャラを言ってくださいってね。みんな自分についてのキャラクターとか自分について話してくれる人大好きだからね。俺のあだ名を聞いてくれないかなっていう人のもとに誰が寄ってくるの？俺のあだ名が5個ある。そのあだ名について喋るからみんなおいでって言ったらですね、来ないんですよ。みんなのぴったりのあだ名をつけるよとか、みんなにぴったりの性格判断するよとかっていう人のところにみんな集まるでしょ。みんな知りたい。全ての興味は自分自身だからうまくいかないんだよ。対人関係がうまくいかないのは I love me, I love me 私も I love me って人たちが集まって、私は私にしか興味がありません、私も私にしか興味がありません、奇遇ですね、私も私にしか興味ないんですよ、さよならということになるわけですよね。そういうふうになってるわけですね。ってことはどういうことかね。自分に興味を持ってる人たちしかいないからうまくいかないんだとしたら、逆転したらいいんじゃない？ここですね。ここがスタート地点なんです。そしてもう一つ、人間の最大の欲求を満たしましょう。ここをスタート地点に最大の欲求を満たしましょうって言うんですよ。最大の欲求が何か分かりますか？何ですかね？物欲ですかね？違う。食欲ですか？違う。自分が重要な人間だと認めてもらうことなんですって。シンプルですね。自分が重要な人間だと認めてもらい感謝されることってここの本には書いてあるんですよね。確かに。だってお金に関してね、例えば年俸が1億とかでね、いいなーなんて言うけど、1億払うよって言われて嬉しいのは1億もらうからじゃないですよね。1億に値する人間だって社会に思われたっていうその自尊心、その欲求を満たされる瞬間が嬉しいわけじゃないですかね。じゃなくてお前はクズだみたいなね、お前はゴミだみたいな、何の価値もないみたいなね、ほら1億やるからやってみろよみたいなね、言われたら1億円なんていらないなんて、金じゃないなんて言うわけですよね。金じゃないんだよ。報酬が高くても断りたいっていう仕事って自尊心傷つけられるような仕事だったりしませんか？それが俺を認めてくれてることなのかって思った時にお金でも断ったりする。逆にお金じゃないけどこれは自分がね重要な人間だと思えるっていう仕事に関してはやったりするでしょうね。ギャラはいらないからっていう時ってね、お前はゴミだって言われて、さあどうだって言って、オッケーオッケー、俺はゴミ、そしてギャラはいらないっていう人いないのよ。そうじゃなくて、これはギャラなくてもやることで何か意味があると俺は思えるって、したらギャラなしでもいいわけですよね。そういうことなんです。だから人間は食欲、物欲、そしてお金とかそういうものよりも重要な人だと認められ感謝されたい。そしてそんな自分になることに最も興味があるんです。これ全人類そうですよ。重要な人だと認められて感謝されてる自分、そこに生きたいし常にそうありたいと思ってる。そうだという実感があったとしてもそれが失われるようなことは怖いんだよね。だからさ、 SNS でいいねの数とかフォロワー数とかそれ全部フォロワー数が嬉しいんじゃないよね。こう思える瞬間があるから嬉しいんですよね。ここを分かっていたら愛される人になる。ただそれだけのこと。でもこれがものすごく難しいんです。なぜなら人間は喉から手が出るほど自分のことを知りたいんです。自分のことだけ興味があるから。だからその最大の欲求を満たしたいって思うんじゃなくて、
満たしてあげてる人が愛されてる人。ただそれだけの話。ただそれだけの話。それができないで地球には今何十億という人間がなんでうまくいかないんですかと言っているという。これ胸刺さりますね。私もね、自分のこと大好きですからね、あっちゃんかっこいいって相方に言わして世に出てきたというこの厚顔無知。日本を代表する自分大好き人間ね。I'm a perfect human と高らかに叫んで紅白でもう威風堂々ね、パフォーマンスをして5万円ね日本史上に残る自分大好き野郎。これは私のことですよ。ね。相方のことをこいつもねって言ったことないですもん。あっちゃんかっこいい。こいつもねありがとうねいつもって言ったことないもんね。I'm a perfect human and みんなそうって言ったことないもんね。We are って言ったことないもん。We are perfect human って言ったことない。I am だもんね。I'm a perfect human。あっちゃんかっこいいでかっけいいなっつってたの。全然お前よって。隣でこんなにあってやってんだからさ、一回感謝しろよ。感謝しろ本当にっていうことなんです。むずいんですよ。難しいんですすごく。だからこそそれの原則を分かった上でちゃんとね具体的にポイントを押さえていこうって。これだけ言われてもいやなんかでもむずいっすねどうやっていいか分かんないっすってみんな思うと思うから具体的なポイントを押さえていこう。確かにその通りだとは思ってもらったと思うんですよ。確かに私自分のことばっかりだったね。私がね自分のことねであなたについて教えようって言われたらねすごい嬉しいわけじゃないですかね。だからそれを逆にやればいいんだね。興味を満たすっていうこと。ここ相手の人類最大の興味を逆に満たしてあげる側に立つ。それどうするか。徹底的に相手の話ね。人と会いました。人とコミュニケーションを取ります。そんな時徹底的に相手の話をするということを肝に銘じてください。肝に銘じてくださいね。人間が一番文章とか会話で使う言葉は実は me 私ってことなんです。確かに読書感想文するときに私がから始める人多くないですか。私が読んだのは私はこう思った私がそう思うよね。私って一番使うじゃなくてあなたは最近どうしてる。あなたはそれについてどう思ってる。こういう話から始めるわけですね。おお最近俺さこうなるわけですね。それをおお最近のお前はへえなんで君はほうそしてあなたははあこのスタート位置を徹底してください。徹底して You and you and you これ You です。あなたそして Me については質問された時だけにしてくださいね。You の話したら勝手にねバランス取らなきゃ私もねって言いたくなるでしょ。ああなるほどそうか君はなるほどねそうかニュージーランドに旅行に行ったんだ私もね箱根に行きましてねっていうバランス取らなきゃじゃねえからバランス取らなきゃじゃねえんだよ。向こうが興味持ってないんだからまだね向こうが興味持ってくれたんだったら答えりゃいいけども基本的には愛されるわけだから愛されたいわけだからね。今までとマインドチェンジしたいんでしょ。だったら You 質問された時だけ Me これを徹底してください。ここですね。そして質問する時これね質問もねうまくいくかいかないかで質問力なんて言葉ありますけどオープン型質問にしてくださいねっていうわけですよ。オープン型って何ですかってね。まずクローズ型逆にクローズ型っていうのが答えがもう短く終わっちゃうやつもう一言で終わっちゃうやつね。何月に日本にいらっしゃったんですか。9月です。へえ終わるというね。でそれを続けてたらね今日は何を食べましたか。卵です。どんな卵でした。ゆで卵です。ゆで卵ですね。その後何をしました。歯を磨きました。何で。歯ブラシで。取り調べでしたクローズドの質問をもう何度も繰り返したらこれただの取り調べになるんですよ。
あなた私アリバイを今その証明しなきゃいけないんでしょうかという、そういうふうになるから、オープン型の質問っていうのが Why や How、 つまりなぜとかどのようにっていう質問は結構ね答え汁があるわけですよね。今日何食べましたから入ってもですね、いやゆで卵食べたんですよ、昨日もゆで卵でしたね、なんでゆで卵なんですかとね、いや実はねと最近ゆで卵にハマってましてね、ゆで卵ってのは半熟にするかね、あと固ゆでにするかっていろいろありますけど、私固ゆでなんですよ。固ゆでですか、珍しいですね、なんでですかね。いや固ゆでこそが卵の醍醐味でした。半熟あれはね私ね許されないと思ってるんだよね。何でもかんでも半熟だったりね半生だったりしたらいいって思うからね、あの文化は嫌だね。生キャラメルとかもね、私はカチカチのキャラメルが好きなんだね。それなんでなんですか、なんでそんなに柔らかいものにそんな目くじら立てるんですか。実はね子供の頃ねこれそういうふうに話が広がっていくわけじゃないですか。こうやってなんでっていうところはすごく聞かれたいところなんですよ。ね、だから取材が上手い人とかインタビューが上手い人っていうのはそういうところをちゃんと分かってる。じゃあどのようにしてなぜこれで話が続く。ね、クローズドの質問をしてるがゆえに話が続かずに終わるってこと結構ありますよね。私もね日本語だったらね結構こうやってね、トークとか、してきましたのでゲストトークとかやってきましたから分かるんですけども、英会話とかになるとね、今私ね YouTube でも中田ワールドって言ってねDMM イングリッシュでやってるんですけれども、質問ベタになっちゃったりするんですよね。あなたの国ではどんな食べ物がみたいなね、食べる、なるほど、あと何がみたいなね、もうちょっとなぜとか How とか聞けばって後から思うんですよね。そうかと、なぜそう思うかとかどのように思ってるかとかってあんまりね聞いてなかったなって最近反省しました。意外とね質問をするぞっていう時に Why とか How をちゃんと聞こうって思ってないとねできなかったりするんですよね。その上でブリッジもうまく使いましょうとね。ブリッジっていうのは例えば答えに対して「へー」とか「ふーん」だけじゃなくて「ってことは」とか「具体的には」とかね「例えば」とかね「ということは」とね続きを促すようなそういうブリッジね、こういうのをうまくやることによって聞いていく。だからあなたと話してると楽しいっていうパターンってべしゃりがむちゃくちゃうまいやつじゃないですよ。その後こうなってね、そんでこれでこうなったなんていう話でギャーなんていう人が話してて楽しいって言われた試しはあんまないんですよ。話してて楽しいっていう時って基本楽しんでる側が9割以上話してる時なんですよ。それでほうそんでこれができるかどうかなんですね。つまりもう徹底的に相手に興味を持って質問をちゃんとする。その上でうまく聞けてますか、ここですね。ここポイントなのが相槌は少なめってことなんですよ。やっぱね自分がうまく聞けてる聞き上手だっていうのをねここで意識し始めた段階で気の利いたこと言いたくなるわけですよね。はあってことはあれだ、桃太郎の話にすごく似てますねなんてやっぱ分かんないけど言いたくなっちゃったりするじゃない。気の利いたこと言ってみようみたいなね。はいそれと同じことを孔子が言ってましたよ実はねとか言ってね、やっぱグワーッとこうなりたくなるんですけど、そうじゃなくて基本的には促していく。その上で相槌少なめでうなずき多めと。とアイコンタクトとこれで十分だと。いらないんですね。自分の自我っていうスープねソースをかけたくなるんだもんね。いらねえんだ。塩でいい。うなずきという名の塩をちょっと振りかけたらもうあとはそれでいいんだね。もうほんと漁師飯みたいな感じですよね。醤油だけパッてかけたらあとはもうそのままかぶりつけっていうね。いや煮込みたいですねとかでね、デミグラスソースをかけたいですねとかで、かけるなと。お前がそのタッパーで持ってきたデミグラスソースを煮込んだデミグラスソースを釣りたてのイカ刺しにかけるなと。イカ刺しのイカを味わえと。相手がメインだと。お前のそのデミグラスソースを煮込みに煮込んだデミグラスソースをイカにかけることによってほぼデミグラスを食べてる状態だ。イカ刺しの味わいもう無だ、ね、そういうことになるので基本もう醤油か塩でこれぐらいがいいんだ。その上でうまいですねというねアクティブなリスニングをしてくださいと。これがシンプルだけどできないですよね。私もねちょっと会話しようよってなって夫婦でね
夜とかにちょっとね飲んだりするとね、やっぱりね基本的には自分はね何にも切り出さない方がいいんですよ。こうね酒飲んでて何にも切り出さないと話題ないのかななんつってね YouTube の癖でね YouTube 大学始めなきゃとかってねエクストリームに喋り出しちゃったりしてね、でも地獄ですよ。何にも楽しそうな顔しないですけどね、もう十分見てると、毎日見てるとね、あんたのその YouTube 大学もトークチャンネルも英会話まで見てもう肩であると。なのに何ライブでお届けしてくれちゃってね、毎日ライブでお届けするんじゃねえというね。だから黙るんですよ私もね。とか黙るとね、話すことないのかなって思ったら話してくるんですよ。ほーって、それが一番大事。それ一番大事。黙ってりゃいいの俺はね。そしたらね話してくれるんですよ。そしたらああなるほどねって、そしたら面白いわけですよ。ああってね、それが一番楽しいね。なのにまずちょっとなんかねここでも俺なりのとか言ってね、俺はさみたいな再生回数をさとかね、もうさらに新しいトピックがとか言ったらもう最悪ですね。とにかくデミグラスソースはタッパーに入れて持ち帰れね。君の煮込んだデミグラスはタッパーに入れて持ち帰れ。出てるのはイカ刺しだ。醤油だけかけてあとは美味しくいただいてください。それだけね、こういうことでございます。そして相手の最大の欲求を満たしましょうと。興味を満たして欲求を満たせば必ず人を愛してくれるね。欲求を満たす、それは何か、重要な人だと認められ感謝されたいと思ってるわけですよね。全人類が強烈に思ってます。うっすらじゃないですよ、強烈に思ってますね。毎日思ってます。全人類が思ってます。強烈に思ってます。なので何をするか、シンプル、名前を呼べ。後から作れるってことは才能じゃないってことはこれ練習するもんです。練習するんです。うまくいくように徐々になっていくんですって。だからいいとこもだんだん身につけれるようになるし、名前もどんどん呼べるようになっていくよ。ウェブコミュニティプログレス。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。